皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国で行われる北京オリンピック。この北京オリンピックに政府代表者らを送り込まない外交ボイコットの動きが広がろうとしているので、これを取り上げていこうと思います。なお、後半においては日本がどうすべきなのか、どのような選択肢があってどのような行動を取ろうとしているかについての解説を行っていきます。それではまずは、アメリカがこの外交的ボイコットを表明しました。これはかねてからアメリカ国内においても中国に対する人権問題にする抗議の声が高まっており、これを受ける形でバイデン大統領が政府関係者らを送り込まないことを表明しました。続いてオーストラリアも同じようにチベット・ウイグルで行われているようなジェノサイドに抗議する形で外交ボイコットを行うことを表明しています。現在のところこのような外交ボイコットを表明している国というのはアメリカ、オーストラリア、そしてリトアニアがあります。ここで唐突にリトアニアが登場するわけですが、リトアニアはかねてから中国との政治的な対立というものを深めています。この国は現在のところ台湾との関係を強化することを進めており、一方においては中国における人権問題に真っ向から批判的な態度をとっています。なぜそのようなことができるかといえば、リトアニアは中国との貿易関係が非常に薄い状態なので、中国の人権問題を真っ向から批判することに何ら問題がありません。ですから、悪いことは悪いと言って何が悪いんだという態度を取ることができ、一方においては台湾との関係を強化することによって、経済的な恩恵を受けることも十分考えられる状態です。そしてリトアニアはヨーロッパの国なわけですが、ヨーロッパにおいては、イギリスにおいてこの外交ボイコットをすべきだという意見が現在のところ盛んに議論されているところです。ですからアメリカ、オーストラリアに続くヨーロッパの新たな外交ボイコットを行う国はイギリスになるのではないかと言われています。EU においては中国からもしも政府代表者らを出してくれと招待を受けたとしても、この動きに賛同しないようにと呼びかけられている状態です。その他 EU の中の有力国であるドイツでは現在のところこのような動きに参加すべきだという議論が高まっています。これまでドイツは基本的にメルケル首相の時代においては中国との蜜月関係を築いてきました。それは中国との関係を深めることがドイツ経済にとっても良いと考えるメルケル首相の考えを反映したものでした。しかしメルケル首相は今政治家としては引退の時期を迎えました。新たな政権においては中国との関係を見直す時期に入っているのです。中国における人権問題をもっと重視してこれを批判すべきだという声は高まっているのです。このようにアメリカ、オーストラリア、そしてヨーロッパにおいて中国に対する人権問題に批判する動きというものがどんどんと高まっている状況です。このような状況を受けてさあ日本がどうするのかというのが今後の焦点になります。私自身はこのような動きに連動する形でさっさと北京オリンピックに対する外交ボイコットを行うべきだと考えています。なぜならば基本的に中国との現在の関係を考えると中国のやっていることに対してはっきりと批判をすべきだと考えているからです。例えば尖閣諸島に中国は明らかに野心を向けている状態で軍拡もどんどんと進めている状態です。このような中国に対して何も言わないままで黙っているのは明らかに中国がどんどんと図に乗ってくるだけであり日本を圧迫する力は高まっていく一方です。ですから欧米各国において中国に対する抗議の声が上がっているのであればそれに連帯を示すことこそが日本の取るべき行動だと私は思っています。じゃあそのような私がすべきだと考えていることに対して現状どうなっているかといえば残念ながら全く現実は追いついていません。例えばアメリカ、オーストラリアが連続的に外交ボイコットの意思を表明した後において林外相はこの件について聞かれて各国どのように考え行動するかはそれぞれの問題であり日本は日本で独自に行動判断を行っていくということを話しています。つまりアメリカ、オーストラリアについて日本も外交ボイコットを表明しますよと一言も言わなかったのです。このような動きを見れば基本的に岸田政権では外交ボイコットしないんだろうなと思わせるような言動です。そのような動きを予想してしまうにはこれまでの流れというものがあります。岸田政権においては中国に対する人権問題に抗議する動きを強めますよということを以前は言っていました。そのためにわざわざポストも用意し中国に対する批判的な言動を強めるんだろうなという動きを見せていました。具体的には人権問題を理由とした制裁を科すアメリカにはマグニツキー法というものがあります。この日本版マグニツキー法を岸田政権では作るのではないかなという予測がありました。
ところが現状そのような動きは全くありません。むしろそのような法律を作らない方向へと舵を切ろうとしています。なぜならば、日中関係のことをもっと大事に考えるのであれば、もっと対話を重ねましょうみたいな話をして、このような人権問題を理由とした制裁を科すという行動は日中関係を壊すのではないか、そのような意見というものが現在の岸田政権内では広まっているというのです。一応口では中国の人権問題はこれからも注意して見ていかなければならないなとは口では言うものの、実際にそのような行動するための準備を一切する気がないのであれば、現在の岸田政権が親中派政権だと見られても何ら不思議なことではありません。ですからそのような政権の性格を持って考えれば、今回の件について言っても外交的ボイコットを行わないのではないかという予想が当たる確率は非常に高い状態になっています。では日本政府がどのような動きを取ろうとしているか、現在のところは欧米各国に対してもそれなりの対応をして、また中国に対してもそれなりの対応をする、いわばどっちつかずの中途半端な政策を取ろうとしています。実際のところどのような行動をするかといえば、まず第一に政権閣僚については北京オリンピックに送らない。しかし全く誰も送らないのではなくて、重要閣僚から外れた人物、政府機関の代表者としてスポーツ庁長官を送り込むのではないかと言われています。現在のスポーツ庁長官は室伏広治氏です。室伏氏はかつては現役の選手であり、またオリンピックでメダルも取った人物です。ですからこのような人物はオリンピック関連の人物としてはふさわしいという見方もできますから、中国側に対しては誰も送らなかったよというわけではなくて、政府機関の長官を送り込んだんだから一応の礼節は尽くしましたよと言いつつ、また欧米各国に対しては政権閣僚を送っていない、つまり下っ端を送ったんだからまあ多めに見てよという理論を立てるわけです。しかしこれはどう見たところで中途半端な対応であり、双方から全く評価はされないものです。例えば政治的に中国に対して近いと考えられているロシアでは、プーチン大統領がこの北京オリンピックに行くことはすでに確定されていると言われており、賛同するんだったら重要人物が来るべきだというのは中国側の考えであります。一方においてアメリカ側にしてみても、行かないんだったら行かないで政府関係者を送り込まないとはっきり言えばいいじゃないかと必ずのようにツッコミが入ることとなります。何しろ今回のアメリカにおける外交ボイコットというものも、アメリカ国内においてはまだまだ足りないと考えている人たちがたくさんいる状態です。いっそのこと選手そのものも送らない、そうした全面ボイコットをすべきだという意見も非常に根強くあるのです。ですから岸田政権の行おうとしている日本は外交ボイコットをしない。その上でスポーツ庁長官を送ることで何とかお茶を濁そうという対応というのは私は愚策だと考えています。このような動きというのは基本的には外交に分類されるものであり、日本国内においては外交問題についてはあまり多くの人が関心を持っているわけではありません。ですから日本が外交ボイコットをしないことに関して日本国民で大きなブーイングの声が上がるということは残念ながらないだとは思いますが、少なくともこの動画を見ている皆さんは政治的な関心が非常に高いと思います。そうした意味においては、岸田政権の対応といったものには、しっかりと皆さんもぜひとも批判の声を上げてください。それは SNS 等を通じての拡散などでも良いですし、またブログなどでそのような記事を書き、それを多くの人に読んでもらうなどといった行動も私は一つの手としてはあると思います。ここ最近では SNS 上におけるこうした批判と記事や声といったものは結構いろんな議員が注意して見ているものです。皆さんはこの話を聞かれてどのように思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。